日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。最近私はすごく嬉しいことがありました。チャンネルの登録者数が10万人を超えることができて、 YouTube からこの銀の盾が送られてきました。皆さん、私の動画を見てくださって本当にありがとうございます。さて、こんな風に何かいいことがあった人にどんな言葉をかけてあげることができると思いますか？もしかすると動画のサムネを見て、おめでとうという言葉を使うのは良くないのかなと思ってしまったかもしれませんが、やっぱり何と言ってもおめでとうですね。すみません、ちょっと誤解を与えるサムネだったかもしれません。それで今日はおめでとうを使う場合と、おめでとうという言葉を使わずに祝福する場合の2種類を考えてみたいと思います。まずおめでとうを使う場合ですが、親しい友達なら名詞に直接おめでとうを続けるだけで大丈夫なんです。例えば今の私の状態なら10万人達成おめでとうになりますね。他にも名詞プラスおめでとうを使って誰かを祝福してみましょう。最近赤ちゃんが生まれた友達には何と言えますか？出産おめでとうですね。小学校1年生になった子供さんには何と言えますか？入学おめでとうですね。逆に大学4年生が終わった友達には何と言えますか？卒業おめでとうですね。課長だった友達が部長になったら何と言えますか？昇進おめでとうですね。もし同じ会社で昇進したわけではないけれど、例えばある小さな会社で働いていた人が別の大きくて有名な会社で責任ある役職に引き抜かれた場合はどうですか？出世おめでとうになりますね。じゃあもっと丁寧に今言った内容を言い表したいならどうなりますか？今のように入学、卒業、出産、他には婚約、結婚、昇進などのいわゆる漢語の前にはおではなくてごをつけることができます。漢語というのは漢字の読み方がすべて音読みのもの、つまり中国から漢字が渡ってきた時の読み方をするもののことです。そしておめでとうは丁寧に言うとどうなりますか？そう、おめでとうございますに変えますね。じゃあこれならどうですか？これならご卒業おめでとうございますになりますね。これならどうですか？ご昇進おめでとうございますですね。ただ漢字の単語なのにごではなくておをつけるものもあるので注意が必要です。例えばこれはどうですか？ご誕生日ではなくてお誕生日です。多分誕生の読み方はいわゆる音読み、つまり中国から入ってきた読み方なんですが、美は日本語本来の読み方なので、これは完全な漢語とは言えないんですね。もう一つ気をつけたいのは、おもごもつけない言葉もあるという点です。例えば何かの記念日をお祝いする場合、何々記念おめでとうございますと言いますね。例えば友達のお店が30年続いたことをお祝いするなら、30周年記念おめでとうございますと言いますよね。この時おもごもつけません。他には新年やクリスマスなどの祝日も普通はおもごもつけないということを覚えておいてください。では
おめでとうという言葉以外にどんな言葉を使えると思いますか？例えば、あなたの友達がこう言いました。今まで何度もダイエットに失敗してきたけど、今回ついに5キロ痩せることができたの。さあ、何と言いますか？よかったねと言えますね。直接よかったねということもできますし、動詞定型よかったねということもできます。今回の場合は、ダイエットが成功してよかったねとか、5キロも痩せれてよかったねと言えますね。こんな風に動詞定型よかったねという言い方ができますが、それ以外に別の言い方が思いつきますか？それは自分も嬉しいという言い方です。例えば、さっきの話を聞いて、それを聞いて私も嬉しいよということができます。僕も嬉しいよでもいいですね。さっきのよかったねはすでに起こったことについて言うので、必ずよかったのように過去形にする必要がありますが、嬉しいの場合は今そのことを聞いて今嬉しいわけですから、現在形の嬉しいを使います。他にも何か思いつきますか？もう一つは少し硬い言い方ですが、それは何よりですねという言葉もあります。この何よりというのは何よりも嬉しいという言葉の略です。ですから、それは何よりですねは、それを聞いて私も何よりも嬉しいという意味になりますね。最後にご紹介するのは少し上級者向けですが、正式な手紙で祝福の言葉を書く方法です。例えば、この度の何々、心よりお喜び申し上げますという言葉を聞いたことがあるでしょうか？心よりのこのよりはからと同じ意味です。でも心からより心よりの方が改まった感じがします。もう一つ気がついたかもしれませんが、普通嬉しいという時の喜ぶという言葉はこの字を書きますが、もし自分のことではなくて他の人のことを祝福しているなら、喜ぶというこちらの漢字を使うことがあります。特に正式な手紙ではこちらの喜ぶの漢字を使うことが多いということを覚えておいてください。例えば、相手の方が新しく責任ある立場に任命された場合、この度のご就任心よりお喜び申し上げますのように書くことができますね。もう一つは、心よりお祝い申し上げますという言葉です。例えば、この度のご昇進心よりお祝い申し上げます。こんな風に書くことができますね。はい、わかりましたか？今日はこれら祝福の言葉の使い方について考えることができましたね。今度誰かをお祝いする機会があったらぜひ使ってみてください。今回は私が10万人を達成できてとても嬉しかったのですが、それと同時にいつも動画を見てくださっている皆さんに対して感謝の気持ちでいっぱいになりました。これからも役に立つコンテンツを作っていきたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張りましょうね。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。